不動産屋さんの怪談です。これはいろいろな体験談をくださる仮名ですが、和也さんがそのおじさんから聞いた話です。そのおじさんは転勤族で山形に住んでいたので、時々和也さんの家で一緒にお酒を飲んで雑談をすることがあったそうです。そんなある夜、いつものようにおじさんと飲んでいると、ふとおじさんが幽霊っていると思うかと聞いてきました。実はそのおじさんは心霊とか怪奇現象とかその手のことを全く信じていない人だったので、和也さんは少し驚きました。なんでそんなことを突然聞いてきたんだろうと思い尋ねると、いやね、俺の部下がさ、中古で家を買ったんだけど、と言ってこんな話をしてくれました。それはおじさんの職場の部下に仮名ですが佐藤さんという方がいて、奥さんとお子さんと3人でアパートに暮らしていました。そのお子さんも3歳近くなり、さすがにアパートが手狭になったそうで家を買うことにしました。そこで新築ではなく価格がお手頃な中古住宅を購入したそうです。それは築年数が少し経っている古い2階建ての中古住宅でしたが、お庭も家の広さも十分あり、立地もよく、佐藤さんはお買い得だったと思いました。おじさんも、そりゃあよかった、家が広くなると夫婦喧嘩も少なくなるぞ、などと冗談を言っていたそうです。最初は佐藤さんも古いことを除けばそこそこ快適に過ごせる家に至って満足しているようでした。ところが1ヶ月ぐらい過ぎた頃でした。おじさんは佐藤さんの様子が少しおかしいことに気がつきました。顔色が悪く疲れているように見えたのです。するとそれを察したのか、佐藤さんの方からおじさんにこんな相談をしてきたそうです。その買ったばかりの中古住宅なのですが、佐藤さんが言うには夜になると1階の居間の天井からトトトトトという音が聞こえてくるようになったということでした。それはあまり大きくない何かの足音のようだったそうです。そこで佐藤さん夫婦は最初、猫やハクビシンなどの野生動物が天井裏に住み着いているのかなと思いました。2階建てといっても総2階の建物ではないため、1階の天井の上は屋根の部分があるので、そこから屋根裏に動物が侵入している可能性はありました。決して大きな音ではなかったのですが、その音に気づいてしまうと、それが何かの足音のように感じて敏感になっていき、佐藤さん夫婦は気になるようになりました。佐藤さん夫婦も決して心霊現象を信じる方ではありませんでしたが、何かその音に違和感があったそうです。それは毎晩9時から10時ぐらいに始まり、深夜にかけてそのトトトトトという音が続くのが分かったそうです。そしてそのうち佐藤さん夫婦だけでなく、3歳のお子さんまでその音がするとハッとして天井を見上げるようになりました。最初はお子さんもただ見上げるだけでしたが、そのうちトトトトトと音が聞こえてくると泣き出すようになったそうです。そのため毎晩音がしだすと必ず泣き始め、それも珍しくなかなか泣き止まなかったのです。ですから佐藤さん夫婦が交代でお子さんをあやして寝かしつけなくてはならなくなりました。それで何とか寝かしつけると、佐藤さんたちも寝るのが深夜になり、寝不足で疲労がたまっていき、周りに何かおかしなことが起きていると気づかれるくらいになってしまったそうです。そこまで聞いておじさんは、まず天井裏を確認してみないと言ったのですが、佐藤さんはもちろん動物が入っていないか確認してみました。でも動物が歩き回った形跡も動物の毛や糞もなく、
また他の音がする原因と思われる問題箇所も全くなかったんです。それでも念のため動物が入ってこないようにしましたが、それでも音が止まず、毎晩決まった時間に始まり、深夜まで続いているんです。ともうお手上げという感じで話してくれました。その時心霊現象を信じないおじさんは、まあ何かしらの音だろうけど気にしすぎなのではくらいに聞いていました。そして結局佐藤さん夫婦は悩んで悩んだ末、お祓いをしてもらうことにしたそうです。そこで佐藤さんはおじさんにそのことを話すと、おじさんは気のせいじゃないの、お祓いなんてお金がもったいないじゃない、俺がやってやろうかと心霊現象、幽霊の類を全く信じていないおじさんらしい冗談を言いました。さてそこまで話すと、おじさんは一旦話をやめ、少し考え込んでからまた続けました。結局さ、佐藤君たちは高い金払ってお祓いしてもらったんだよ。無駄だと思わないかと少し酔いながら和也さんに聞いてきました。無駄かどうかは結果次第ですから、気になった和也さんが、で、その後佐藤さんたちはどうなったのと聞くと、おじさんは、それが音はしなくなったって言ってたな、と少し罰悪そうに言ったそうです。そして、まあたまたまだろうけど、とポロッと付け加えました。さて、ここまではよくある話だと和也さんも思い、おじさんの最初に幽霊を信じるかという質問ほどの話ではないので、少し不可解でした。するとおじさんは後日佐藤さんからこんなことを聞いたのです。佐藤さんは、課長、僕らも不思議なんですが、お祓いをしてもらった日から確かに音がピタッとしなくなったんです。そこまでは想定内でしたが、そのお祓いをしてもらった日の夜に、うちのもうすぐ3歳になる息子が真剣な顔で、お父さん、もうあの子、ここには来ないんでしょ、もう来ないよね、あの子って言ったんです。どう思いますかと聞かれて、おじさんはすぐには言葉が出ませんでした。どうやらその3歳近いお子さんには、佐藤さん夫婦には見えていないあの子が見えていたようで、だから毎晩音がしだすと怖くて激しく泣きじゃくっていたのでした。あの音はそのあの子の足音だったのかもしれません。幽霊を信じなかったおじさんも、幽霊が何かもわからない年齢の純粋な子供の言うことだけに、まさかなぁと思いながらも、この時ぐらいから幽霊を完全否定することもなくなったということでした。ちなみにまだ幼稚園にも通っていないお子さんで、大人から幽霊の話を聞くことも当然全くなかったそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。